税金の事務処理を段ボール箱に入れたまま放置、課税できない事態に。また教師が痴漢、電車内で女子高校生の体を触り逮捕されました。アメリカで金融機関として最大規模5兆円もの損失を計上しています。ニュースは杉上さんです。おはようございます。おはようございます。まずは静岡県御前崎沖の海上で貨物船同士が衝突しました。片方の船が沈没しましたが、乗組員は無事救助されています。清水海上保安部によりますと、今日午前1時前、御前崎から南へ11キロの海上で広島市の貨物船明神丸246トンと岡山県笠岡市の貨物船鶴兜749トンが衝突しました。明神丸が沈没しましたが、4人の乗組員は無事救助されました。事故当時、現場海域は霧で視界が悪かったということです。徹夜の論戦となりました。大阪府の橋本徹知事は、自らが提案した改革予算案を修正する案を先ほど議会に提示しました。僕はもう十分議論し尽くせたというふうに思ってます。大阪府議会では橋本知事が提案した大幅な歳出削減を柱とする予算案について審議が行われました。議員からは与野党を問わず見直しを求める意見が相次ぎ、審議は昨日から18時間以上に及びました。その結果、橋本知事は譲歩なしに議会の同意を得ることは困難と判断。予算案のうち私立幼稚園の経常費の助成については削減幅を半分に減らすこと、一般職員の基本給については減額率を 0.5% 引き下げるとの内容の修正案を発表しました。僕の意思だけでは、行政の意思だけではやっぱり進みませんから、議会の意思ですから、それはもう府民の意思と犠牲しなければならないと思ってます。ご理解いただけるものというふうには思っていますけどもね。橋本知事は修正案を示したことで議会側に理解を求め、23日の議会最終日に予算案の可決を目指す考えです。段ボール箱に入れたまま放置されていました。山形県の最上総合市長で、不動産取得税の課税事務が処理されずに放置されていたことが分かりました。課税が必要な金額は3000万円以上に上ります。昨日会見した山形県最上総合市長の正木市長長によりますと、税務課の30代の男性職員が2004年度からの3年間で合わせて369件の不動産取得税の事務処理を放置していました。先月、職員の机の下に未処理の書類が入った段ボール箱があるのを上司が見つけ、事実が発覚したもので、このうち課税が必要なものは確定したものだけで261件で、徴収すべき金額は3380万円に上り、すでに3件8万4900円分が時効となり課税できません。また教師が痴漢の疑いで逮捕されました。小学校教師が電車内で女子高校生の尻を触り逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県白岡町立清賀小学校の教師、立野清文容疑者34歳です。立野容疑者は昨日午後10時ごろ、 JR 宇都宮線の車内で17歳の女子高校生の尻を触ったとして、県の迷惑防止条例に違反した疑いが持たれています。立野容疑者は酒に酔っており、よく覚えていない、わからないなどと供述しているということです。サブプライムローン問題で業績の悪化が止まりません。アメリカの大手銀行シティグループは、ここ1年間で世界最大規模の損失額を計上する見込みとなりました。18日、シティグループは4月から3ヶ月間の決算を発表し、低所得者向けのサブプライムローン問題に関連する損失額が7700億円に達しました。このため問題が本格化した去年夏以降では、関連する損失額が5兆円を超え、世界の金融機関で最大規模の損失を計上する見込みとなりました。一方、証券大手のメリル・リンチは同じ時期の決算で1兆円の損失を計上し、この1年間での損失額が4兆円を超えました。こうした状況を背景に、メリル・リンチではこれまで進めていたある計画から撤退する方針を固めています。
メリル・リンチは世界貿易センタービルの跡地に建設される予定の超高層ビルへの入居を断念しています。これは価格の面で折り合いがつかなかったと見られています。2001年の同時多発テロで倒壊したビルの跡地では再開発に向けた工事が行われていますが、計画も遅れ、一般企業の入居はまだ決まっていません。 I think it's a great idea that they're moving in. So they're not anymore. They're not? They're not. I think that's sad. サブプライムローン問題に苦しむ金融機関の業績改善の兆しは依然見えてきません。さて、アメリカ経済については日銀の白川総裁が昨日、引き続き下向く危険性が高いとコメントしました。日本の企業は売上の多くをアメリカの輸出に頼っている部分が大きいので、日本経済への影響が今後も心配されています。例えばトヨタ自動車が昨年度最も多く自動車を販売した国はアメリカでした。そのためにアメリカの株価を受けてトヨタの株価は今週水曜日、今年一番安い値をつけています。そして他にも大部分多くの売り上げをアメリカに頼る企業というのはこんなにあるんですね。ソニー、キヤノンなど大企業が多く連なっています。そしてこれらの企業の株価はやはり昨日値を下げています。今後も影響が目が離せません。不動産業界でまた大きな倒産です。マンション開発の中堅ゼファーが昨日東京地裁に民事再生法の適用を申請し、事実上経営破綻しました。深くお詫び申し上げます。ゼファーの負債総額は949億4800万円に上り、今年に入って3番目の大型倒産となります。ゼファーは首都圏を主なエリアとして急成長していました。しかし今年5月に子会社が経営破綻し、142億円に上る損失を計上しました。さらに金融不安で資金繰りが悪化しました。スペイン語を交えた交流です。スペインを訪問中の皇太子さまは18日、小児科専門の病院を訪れ、子どもたちに声をかけられました。ニーニョ・ヘスス病院を訪れた皇太子さまは、スペイン語に訳した日本の紙芝居をご覧になりました。帰り際には入院患者の子どもが愛子さまのためにデザインした T シャツをプレゼントされ、皇太子さまはどうもありがとうとスペイン語で述べられました。La primera vez que a un príncipe tan cerca. 夜にはフェリペ皇太子ご夫妻の案内でスペインを代表する画家ミロの作品を